We are C4 Design, an illustration and graphic design studio based in Hiroshima. Today we are going to introduce our artwork for you and women. In this work, the audience is challenged to find the only woman in different working domains, including technology, politics, and science. We will present our working experience and procedures, from concept to sketch, from start to finish. We are C4 Design. Take a look, have fun. はい、こんばんは。IC4 デザインの上垣です。前回国連の電話がかかってきたところで最初の YouTube チャンネルが終わったんですけれども、今回はその続きを具体的に話していきたいと思います。具体的にって具体的にって言ったら具体的を例えばまあどのようにして僕らがどういうところから仕事を受けたのか、あとは進めていくやり方、どういうふうに考えてどういうふうになっていったか、それとその後のストーリーもちょっと長いストーリーがありますので、今回この件で割と引っ張るんで皆さんお付き合いください。パーフェクト次です。今日は広告の仕事の仕組みについて説明できたらと思います。大輔です、制作の内容などを紹介しようと思います。アリサです。よろしくお願いします。バッチリメイクしました。こんばんは、リンです。僕は新入社員なので、ビジネスの関してはまた勉強中です。なので、学生の目線で質問します。なぜこの仕事が IC4 に来たのでしょうか。どうやってその仕事が来たのかとか、どのサイトを見て僕たちを選んでもらったのかとか、すごく皆さんも興味があると思うんですけど、僕たちもすごい興味があってすごい知りたいんですけど、どのサイトを見たんですかとか、どの画像を見たかとか聞くんですけど、なかなか大抵分からなくて、今回もインターネットで見たとか、ビハンスも見ましたとかいうぐらいしか分かりませんでした。でも絶対ビハンスよね。そうですね、多分ビハンスだと思います。あと企画内容が大勢の中から1人を見つけるっていうことだったんで、おそらくメロ探偵ピエールを見てこんな感じでとか思ったのかなと思ってます。多分ビハンスを見て、絵本とか見て、それで最後ホームページ見て、このタッチがこの人たちだったら今の企画に合うなって思って、仕事を出してくれる。でもその前に多分どっから来たかっていうのを多分説明するといけない気がする。要はこの UN の仕事は代理店から入ってきて、そうですね、DDB ドバイっていう代理店から連絡が来ました。なんで大輔が話したらめっちゃ硬くなるの全体的な空気がIC4 と国連女性機関との関係は、UNB 面はクライアント、 DDB が広告代理店で、IC4 デザインはイラストレーションを担当していて、 DDB は広告代理店なので、企画とかクライアントとの交渉などをして、スタッフィングもしてアートディレクターとかクリエイティブディレクターがいて、で、IC4 に発注しようと決めます。このプロジェクトのコンセプトは何ですか。DDB から来たコンセプトは、エジプトの社会っていうのは教育面ではジェンダー平等っていうのはすごい差は縮まってきてるんですけど、労働の面でいうと女性の労働参加率がすごい 23% っていう低くて、そこを参加率が低いことにみんな問題視してないっていうことを改善すべきじゃないかっていうので、このイラストを見てもらって、この中を時間かけて一人を探すっていう中で、こんなに特定の職場で女性を見つけるのが難しいっていうのはおかしいと、こういう世の中であるべきじゃないっていうのをみんなに考えてもらうっていうのがコンセプトでした。
これって中東の広告代理店から来たうんうんうんで、エジプトのうんメディアに掲載するっていう話だったよ、うんその時にここがうん中東ですよとかエジプトですよっていうことはうん考慮して書く、もちろんでもそれは今回に関しては確認したんようんドバイじゃけ。はい、でそのまずドバイから来たらうん人種どうすんやとか、うんでうんそのどのぐらいイスラム教徒入れるみたいな話はするんよ、うんまず。うんただ今回のやつはもうワールドスタンダードで作ってくれっていうオーダーがあって、もう人種関係ない、うんで世界中のどこでも通用するもの、うんそういうものにしてほしいっていうのがあったよ。うん初めて僕らのことを知ってくれた人たちのためにちょっとだけ説明すると、こういう風なイラスト、これ国連の時のさっきの話の絵なんですけど、僕らのスタイルっていうのがとにかくひたすらこうディテールを書き込んでいくと。人が多いのはこれはもうウォーリーを咲かせみたいな絵を描いてほしいって言われたから今回はこれは人がすごく多いんですけど、基本的にはその細かい描写を書き込んでいくっていうのが僕らのスタイルです。ニューヨーク・タイムズ・マガジンと仕事した時にそのディレクターから「君らの絵はそのディテールがすごくこだわりがあっていいね」って言われたところがきっかけになって、その時に実は数秒間見れる絵じゃなくて数分間見れる絵を描いてくれって言われたのが一番のきっかけで、僕の心がけてるのは僕らのイラストは数秒間じゃなくて数分間見れるイラストを描こうっていうのが僕らのスタイルです。でこうなりました。いつも時間が足りないって言ってますよね。はい、これをフルできちっとこう思ったものを書こうと思ったらやっぱり1ヶ月から2ヶ月、大きいものになったら3ヶ月かかるんですね。だからだいたいその3ヶ月必要とか言われたらもう仕事で使ってもらえないんで、やっぱり1ヶ月以内でなんとか収めなきゃいけないってなると、どっかで徹夜したりとかして作業をこう詰めていかなきゃいけないので、いつも時間は足りません。時間を短縮するためのうんスキルとかないんでしょうか、最近だんだん部品が溜まってきてそれがこう流用できるようにもなってきたりとか、それ紹介するんですか？それ大丈夫だって、その同じ時間で同じ量で過去にもう作って貯めてある部品を入れることでさらに良くなるんなら別にいいじゃんって思う。時々ツイッターにアップしたりしてます。3回ね時々って言ってももっとやろうや3回考えたっけ3回だけしかないコンセプトを広告代理店が考えるならイラストレーターにクリエイティビティはそんなに必要はないんですか？スタイルの方が必要ということ？イラストレーターになりたいと思ったらイラストレーターいやでもクリエイティブもあった方がいい。コンセプトって言ってもそれは文字だけで来る時もある。言葉だけ。この時はこの時は言葉。言葉、でじゃあ例えば、テクノロジーをテーマにしてくださいって言った時に、このスペースロケットはこっちが考える。いやスペースロケットだけ向こうから来たアイデアは。はあ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 。でこれは国会これは国会議事堂を書いてくれっていうみたいなのを書いてくれっていう、はあそこのコンセプトです。これはこれなかったよね。なかった。これはなかったこれ何だったっけ？これサイエンス。サイエンス。ただサイエンスそうサイエンスっぽい絵を描くだんだんやる気がなくなっていってなるほどね。これが僕は最初に考える時のスケッチで、これちょっと大きくしてるんですけど本当はもっとちっちゃく考えます。でちっちゃく考えた方が自分がなんか神様になったような気になるし上手に絵を描こうって思わんので、これでこうなんとなくのレイアウトを考えて一番最初にお客さんに見せたのがこの状態でっていうのが、向こうの人がいろんな国籍の人たちがいてドバイの代理店って言ってでドバイの代理店って言ってもねドバイ人はほとんどいないんですよ。であの時はねチリ人2人イギリス人1人あと1人東ヨーロッパの人4人が担当でそこの人たちにまず僕たちはこういう絵で描くけど大丈夫ですよねっていう確認をしたかったんで先にこのぐらいのラフを出しました。でこれで OK をもらったんでもうラフスケッチをぐわーっと描いて
で本番に行ったっていうような段取りです。契約書とか交わしたんですか？これ DDB に関しては確かね契約書交わしてなくて、で割とね今までやった大きな代理店も契約書出さんよね。そうです。ベンダー登録とうん見積もりと請求。守秘義務契約は今頃必ずあるけどね。そうですね。あります。それ日本の会社でも？日本の会社は守秘義務契約はあんまりない。あんまりないですね。あ、キャラクターとか契約書が。契約書は最近増えてきて、でこれはまた別の回でやったらいいと思うけど、その日本の会社の方が契約書めんどくさい。もう完全にそう。で販売が絡んでくるとややこしいこと違う違う違う広告の仕事でも違う、何でもそう。でも広告で海外と契約交わすことほとんどない。でも日本は結構交わしてくれとか言って、ですげえうるさくって、で海外の場合は逆に融通が利く、慣れとるけ、いやここちょっとどうにかしてやって言ったら分かった、ちょっと考えてみようって言ってやり取りができる。でも日本は部署が違っとって、でもういや部署がダメって言っとるけどダメですみたいなので、もうこんなことを変えてくれんのっていうところでも全然変わらんよね。あれはちょっと俺問題だと思う。日本はただ逆にうんそれをそうしたからって言って不利になったことはないないだから多分あれ使わずに形式上なんだと思う。ここまでは制作の話でした。で制作が終わったら、僕たちは Behance というポートフォリオサイトにアップロードするんですけど、その制作したものをアップロードするところまでが僕たちの仕事だとは思ってるんですね。で今回はそのアップロードした後に UN ウィメンから電話がかかってくるという、そんな面白い出来事が起こりました。そしてこれはまたさらに新しい電話を生むことになります。はい、IC4 です。Oh, hi. This is Ken Lyons. I'm just calling you to confirm have you submit your あ、 artwork. 少々お待ちください。 I'm sorry? え I'm just calling you to confirm have you submit your artwork to this year's Ken Lyons Festival. カヌライオンズ Yeah. Did you did the young women's artwork